こんにちは、加藤です。今日も始まりました5分で学ぶ基礎講座、初歩すぎて誰も教えてくれないシリーズの第5回目となります。今日はモチーフの写真の撮り方についてお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。では早速解説していきたいと思います。例えばこんな感じでモチーフを用意してみました。今回はお花がメインで真ん中にチューリップが置いてあるんですけれども、こういったものを描こうとした時になかなか一日では終わらないっていう場面が多々あります。今日は形だけデッサンしておいて次の日に着彩をするとか、そんな風に何日かにわたって自然物を描いていくなんていう時には形が変わるっていうのを見越して最初に写真を1枚撮っておくと後からその写真を利用して描くことができて便利です。結構皆さんね、カメラをこう近づけてモチーフに近づいて撮ろうとする方多いんですね。で、そうすると形がパースが強くつきすぎる、つまり近くに寄れば寄るほど遠近感の強い写真になってしまいます。よくありがちなのが四角いものを撮影した時に結構上から見下ろしてる垂直線が下に向かって細くなる、パースがついた状態、2点通しではなくて3点通しのようなそんなパースがついた状態の写真になることが多いです。ではちょっと例としてやってみましょう。例えばこの辺りから撮った時の写真、この辺りから撮った写真、そしてぐっと離れてだいぶ後ろに引きましたけれども、後ろから撮った写真、それぞれを見比べてみましょう。手前、中、奥、後ろからも撮影しましたが、これ3点共通しているのは目の高さを変えずにシャッターを押しています。見下ろす角度は変えないように、モチーフとモチーフの重なり方が同じ位置からの視点になるように気をつけて、近いところ、中くらい、そして後ろから撮影してみました。で、これをちょっと見比べてみましょう。と、こんな感じ。これが一番近い、近づいて撮った写真。そして次がこれ。これが中間くらい、ちょうど座った位置の自分の顔の位置から撮った写真。そして3枚目。これは自分よりもちょっと後ろ側から撮影した写真で、このちょっと後ろから撮影した写真を後からトリミングしてあげて、自分の絵に必要なその画角に修正してあげるといいと思います。スマホでしたら撮影後にトリミングっていう操作も比較的しやすいので、周りを大きく入れてパースがなるべくつかないようにちょっと引いて撮影してからトリミングする。撮影するときはカメラのレンズをモチーフにあまり近づけすぎない。自分が今見てる位置よりもちょっと後ろから撮影した方が人間の目で自分が見た時のモチーフの印象に近い写真が撮影できると思います。自分が描いた作品と撮った写真とが一致するような、そういった写真が撮れると比較がしやすくなるんですよね。なのでモチーフを撮影するときにはあんまり近づきすぎない、逆に引いて撮る、自分の目の位置よりも後ろから撮影してみるっていうのをお勧めします。あともう一点、モチーフの台上の配置、これもね記録しておくといいです。自分の位置から何が一番近いのか。私の今この座ってる位置からだと黄色いリンゴが一番近いんですね。そんな風にここからの距離一番近い、そしてちょっと遠い、もっと遠いっていう距離が分かるような真上から撮影した見取り図みたいなのも一緒に撮影しておくといいです。こんな感じでですね、モチーフを描いている時にどちらが
暗いのか明るいのか判別がつきにくいような固有色の違いを区別しなきゃいけないとき、それから形が変わるようなもの、自然物で野菜とか果物とか、一番はお花なんですけれども、翌日にはちょっと開き具合が変わりそうだななんていうものを描き始めるときには、最初にちょっと写真を撮っておくっていうのも一つの方法です。写真を撮影するときの注意点、近くじゃなくて少し引いて撮る、パースがつかないように注意するっていうのをお話ししました。さて、こうやって写真の撮り方について解説してきたわけですけれども、私は写真の利用の仕方、ある程度限定してもいいかなと考えています。例えば、デッサン初心者の方が鮮やかな青色と鮮やかな赤色、モチーフの中でどっちの方が暗いのか明るいのかちょっと判別つきにくいな、わかりにくいなっていう場面があると思うんですね。そういったまだ固有色を明度差に置き換えてみる勉強中の方にとっては、スマホで撮ってモノトーンに置き換えて確認するっていうのは非常に有効な勉強方法だと思います。そうやって一つずつ自分の目で見てどっちが暗いと思ったけど、実際に写真に撮って検証してみたら違ってたとか、自分の目と実際の見え方の差を埋めていく、補正していく作業っていうのは大事だと思うんですね。で、そんな場面で使うのをお勧めしています。ただ、あまりにもその写真に頼りすぎてしまうと、現物がその目の前にあるっていう時に、何とかしてこの感動を書き留めておこうっていう、その一番大事な部分忘れがちになると思うんですね。特に綺麗な風景を出先で、旅先で見たなんていう時には、写真になかなかその感動をね、写し込むっていうのは難しいと思っています。なので、形を、そして色彩をちょっと記録しておくっていう程度に写真を利用するのはいいと思うんですけれども、そのまんま写真の構図だったり、構成だったり、撮った写真に近づけようと、写真って結構私怖いなと思っていて、撮った写真に近づけようっていう意識が無意識のうちに働きやすい、そういったものだと思うんですね。なので、写真は使うべき材料であって、写真に使われないように、写真に絵を描かされないように気をつけていきたいなと考えています。はい、ちょっと長くなりましたけれども、今日の動画は以上です。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのような初心者の方を対象としたレクチャー動画、デッサン実技動画、講評動画を配信しています。この動画が良かったという方は、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。あと、100人100作品講評会の作品募集受付中です。下の概要欄に詳細入れておきますので、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。